こんにちは、フリーマンです。技術より先に変わるのは音楽との向き合い方です。ギターを始めたばかりの頃、私が考えていたのはどうすれば早く上達するかだけでした。正しい指の動きや正確な音程、綺麗な音色。当初私はエレアコやエレキギターを弾いていたため、正確なピッキングや早弾きなど、このような技術のことばかりを考えていた時期があります。練習のたびに、今日は昨日よりうまく弾けたのかなと自問し、ミスや弾けないフレーズがあるとよく落ち込んでいました。しかし、長く弾き続けるうちに、本当に大切なものが少しずつ変わっていきましたよ。この動画では、ギターを長年弾いてきた経験から気づいたことを正直にお伝えしたいと思います。これはギターの技術論ではありません。ギターを続けてきた人だけが見える景色のお話です。まず、最初の1年で気づいたことを思い返してみました。上手くなることより続けることが先だったと思います。始めた頃は早く弾けるようになりたいという焦りがあったように思います。上手な人の演奏を見ては、自分はまだあのレベルには程遠いと感じ、練習が楽しくなる前によく疲弊していました。しかし今思い返してみると、実際に大切だったのは、ギターが下手でも毎日少しずつ触れ続けることでした。劇的な上達は、ある日突然訪れます。昨日まで弾けなかったフレーズが指に馴染む瞬間があったり、その瞬間は今思うとですけど、地味な積み重ねの後にしか来ないように思います。焦りながらも毎日弾きたいフレーズを弾きたいだけ弾くというスタイルに変更してからは、練習が義務から楽しみに変わった記憶があります。ギターの上達は無理せず急がない人が最終的に一番遠くまで行ける構造になっているように感じるんです。音を出すことより音を聞くことが上達を加速させました。自分の音をよく聞くこと、これが最も効果的な練習だと思います。多くの初心者の方は聞くこと、ここに集中しすぎて聞くことを後回しにしています。これ私も本当にそうでした。弾くことに集中してかっこよく弾けたかどうかっていうのが基準になっていたように思います。しかし何を弾いているかよりどんな音が出てるかに意識を向けると自然に指の動きが変わっていくんですね。録音機材などで自分の練習を録音して聞き返す習慣を持つと、直すべき点が自分でわかるようになります。そうすると、先生や教えてくださる方がいなくても、録音と再生があれば、ある程度のフィードバックは自分で作ることができます。ギターの練習において、耳を育てることは、指を育てることと同じくらい重要です。毎日ギターに触れることと、毎日上達することは別です。非常にやきもきするんですが、上達は直線的に進まないんですね。毎日練習しても停滞を感じる時期が必ず来ます。この停滞期に自分は才能がない、ギターは向いてないのかなと思ってやめてしまう方が多いのではないでしょうか。しかし、停滞期は表面上は進んでいないように見えたり感じたりするんですが、自分の頭、脳と体が内側で整理をしている時間とも言えます。この停滞期を超えた後に必ず次の段階が来るようになっているんですね。どんなことにも言えるんですが、この停滞期を超えた後の段階を知っているかどうかだけで継続できるかどうかが決まっていくんです。ギターを長く続けていくうちに分かってきたこともあります。ギターは弾けるようになる楽器というよりは一生かけて深まっていく楽器というふうに思いました。ある程度弾けるようになると次の課題が見えてきます。最初はコードが抑えられなかったりという壁がありますよね。しかしそれらを超えると今度は音がつながらないといったような壁が来ます。
そしてさらに超えると、今度は表現が薄かったり、どう表現をしたいかという課題が見えてくる。これはゴールが遠のいているのではなく、ギターを楽しめる領域が広がっているということになります。間違いなくそう思うんですが、ギターは弾けた瞬間に終わる楽器ではなく、弾けるほどさらに弾きたくなっていく楽器と思うんです。この構造を知っていれば、目の前の壁に圧倒されずに済みます。必ず来る壁は行き止まりではなく、次の景色への入り口だと思うようになりました。ギターを長く続けている方は、この感覚を体で知っているのだと私は感じます。人前で弾く機会があるかどうかは、とても大切な目標やきっかけになり得ます。しかし、本質でないように感じます。一人で弾く時間にどれだけ集中しているかが演奏の質をそのまま決めていきます。誰も聞いていない場所での練習が全ての土台になっていくんですね。舞台の上での演奏は、一人の練習の積み重ねが形になったものに過ぎない。このようなことはよくある話ですよね。一人で弾く時間を大切にしている方の演奏には、他の人には出せない深みがあるように感じます。それは技術だけでは説明できない何かですね。孤独な練習の時間が演奏に宿っていきます。そしてこれは、プロフェッショナルであればあるほど当てはまる事実だと感じるんです。夜でもギターを弾ける環境はとても重要だと感じました。それは、練習できる時間が大幅に増えるからです。ギターを継続するにおける最大の敵は、弾けない日の積み重ねです。今日は遅いから弾けないという日が必ずあると思います。サイレントギターなど、こういった道具を活用することで、弾けない日をほぼなくすことができます。その弾けない日といった敵を道具の選択で排除できることは、上達において大きな転換点となるでしょう。夜でもギターの音を心置きなく出せる方、こういった方もいると思います。そんなあなたは本当にラッキーですよ。今でもギターを弾き続けている理由を考えてみました。ギターを弾き続けている理由は、よく考えると、この技術が上がったからというわけではないように感じます。ギターを弾いている時間が一日の中で最も自分に戻れる時間。そういった時間だからですね。仕事でも家族でもなく、ただ自分のために音を出す時間。その価値は、年齢を重ねるほど大きくなっているように感じるんです。ギターを始めた頃は、うまくかっこよくなりたいという気持ちが完全な動機でした。しかし今は違います。弾くこと自体が目的になっています。うまくなることやかっこよく弾くことへの焦りが消えた後に残るのが、本当の意味でのギターとの関係だと思うんです。こういった関係をギターと思ってた方は、おそらくやめる理由は必然的になくなっているのかと感じます。ギターは続けた人だけが見える景色を持っています。その景色はなかなか言葉だけでは完全には伝えられません。ただ、続けている方の多くは同じように言うでしょう。もっと早く始めればよかった。ではなく、やめなくてよかった。特にギターの構造を生かした最高のフレーズ。気持ちよく大好きな楽曲。これらを演奏している時の高揚感は、涙が出るほど気持ちよく、何事にも言い換えられないほどの満足感を得ることでしょう。一人の演奏でそれを感じることができるんです。これは多くの聴衆の前で演奏がうまくいった時のアドレナリン。これとはまた別なんですね。その演奏会で出るアドレナリンに匹敵するであろう感情の高揚を得ることができるんです。やはり最初の1年が最も大切です。そこを超えた方は、ほぼ一生ギターを弾き続けると思います。今まさにその1年の中にいる方で、ギターを続けてください。下手でもいいです。5分でもいいです。誰にも聞かせなくたっていいんです。ただ、今日もギターを触れてください。その積み重ねの先に、言葉では伝えられないものが待っています。
サイレントギターについてクラシック目線で検証や実演の動画を出しています。ご興味あればチャンネル登録しておいてくださいね。また、サイレントギターやクラシックギターで困っていることがありましたら、ぜひコメントをご活用ください。別動画で検証していきたいと思います。ではまた。